待って、答えが出てた。待って、おい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 、あれあれ手前の手前の待って、こいつ誰だと思って。テラメタル学園。こんばんは皆さん、今日は初めてのゲンパパとのコラボです。イエーイ。皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。よろしくお願いしお願います。します。いや、お邪魔します。いやー、いらっしゃいませ。ワンピース英語セリフクイズです。イエーイ。ワンピースの名シーンを、ワンピース世界中で人気なので、いろんな言語に、翻訳されてるので、今回はのび英語しかわかんないんですけど、英語のシーンを、ちょっと著作権の問題もあるので、のびが、書いて再現したのでちょっと待って、どういうこと絵を描いて再現しました、今日。あ、のびちゃんが書いてくれたんだ、ワンピースを。そうなんですよ。そのワンシーンのその一コマだけなんですけど、ちょっと頑張って絵を描いたのでそっちの方が楽しみかもしれない。やばい、ちょっとやばい。夏目さんちに見せちゃダメなクオリティかもしれない。吹き出しどころが英語になってるので、それの吹き出しに入る日本語のオリジナルの翻訳ですかねを当ててもらうっていう感じのクイズですね。じゃあ行きましょうか、ゲンさん。Are you ready? Yes! Yes! Alright, let's go! 見せるのがちょっと緊張する。夏目さんちにこんなの見せちゃって大丈夫かな。じゃあ1問目いきましょう。すっごい、本当にすっごい言い訳してた今。待って、答えが出てた。待って、おい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 、あれ答えが出てた。あれ皆さん見てませんね、今の。見てませんね。じゃあ第1問目。ダラン。おー、うまくない？うまい。本当ですか？うん、いや、わかるよ。てか効果音がこうなんだ。それが面白いかも。そうなんですよ。効果音も結構違うので、それもちょっと見ながらやっていければなと思うんですけど、このシーン、やっぱワンピースって言ったらこのシーンですよね。いや、このシーンですね。赤髪のシャンクスがルフィに帽子を渡す名シーンですね。いや、これはさすがにね、さすがにわかりますよね。これは英語だと Do me a favor, keep this hat safe for me。英語で言うとこうなるんだ。こうなります。ちょっと、でもこれはちょっとじゃあサクッと答えちゃいますか。はい、お願いします。この帽子をお前に預ける。そうです、この帽子をお前に預けるです。はい。いやー、これはね、さすがに簡単すぎましたかね、逆に。この帽子をお前に預けるっていうこの短文なんだけど、あれなんだね、英語だと結構喋る。そうなんです。結構基本的に日本語のセリフを英語にすると倍近く長くなるんですよ、基本的に。まあでも単語数が違うんだ、やっぱり。そうなんですよ。日本語だと言い回し、日本語でしか説明できないような言い回しとかが多いんで、どうしても英語になると長くなっちゃうんですけど、Next is this。 待って、これは This is my favorite, one of my favorites。 お気に入りの一つなので選びました。わかります？この赤いところです。赤い吹き出しにフォーカスしてもらえれば。赤い吹き出し以外に見たいところが多すぎるんで、ちょっと待って。どこですか？ちなみにこれはどこ編だっけ？はい、わかった。わかります？シャボンディ諸島編ですね。魚人島エリアの編すごいのっぴ好きなんですけど、空島と魚人島エリアがめっちゃお気に入りで、思い出しました。この一応僕ね、手前の待って、こいつ誰だと思って一瞬いや、こういう角から見切れてる感じなんですよ。そう、わかる。これね、思い出したからわかるんだけど、これは一体何の生き物だって思ってしまって。パッパクでしょ、多分これ。そうです、パッパク。そうだよね。パッパクです。人手ですね。喋る人手です。今一瞬それが認識できなくて、どこだここってなっちゃった。そうです。これが初めて一味がシャボンディ諸島に行った時に、シャボンディ諸島の仕組みを説明してあげてるところですね。なるほどね。いや、このシーンはめっちゃ好き。てかもうこのセリフが好き。みんな好きだけど。このセリフ話題になりましたもんね。これも使いやすいので
あ、はい、ぴったりじゃんと思って。あそうなんだ、使いやすいんだ。あ、使いやすいと思いますよ、多分。使いやすいんだこれ。なるほどね。はい、なのでじゃあ正解をお願いします。やだ、ベタベタするわ。はい、正解です。やだ、ベタベタするわですね。あとアニメ、これは本当にアニメで見てほしい。ここのシーンだけでもロビンの声優さんのはい、トーンが完なるほど。璧なんですよね。ここアニメで見てないな。あ、見よう。ぜひ絶対、YouTube とかで切り抜かれてると思う、ここだけ。絶対ここだけでも見つかると思います。ちょっとネットフリとかで探してみます。あ、ぜひ探してください。これは例文はないです。もう本当に使い方がシンプルなので。はい。そんな。あ、英語で読むの忘れちゃった。英語だとyuck, it's sticky と yuck が、普通にキモとかっていう意味ですね。キモいとか気持ち悪いとか、とりあえずそういう気持ちなら全部yuck で大丈夫です。なるほどね。はい役いろいろできるってことね。はい、使えます。はいはいはい、なので本当になんか触った時に気持ち悪いものでもいいし、誰かが気持ち悪いこと言ったらyuckでもいいですし。いいのか、これはいいのか覚えて。結構使えると思います。はいはいはい、あと子供とかが、その最初の頃に覚えるなんか、嫌だとか気持ち悪いみたいな言葉で結構言う気がします。ヤッキーとか Y をつけて言ったりするイメージです。後半の It's sticky はもうシンプルにベタベタするですね。ぬるぬるとかではなくベタベタ限定ですね。なんかスティッキーってさ、付箋とかってなんかそういうやつだっけ？あ、ステキノートとかって言いますね。ああ。はい、ポストイットのことステキノートとかって言います。じゃベタベタノートってことそれ？ベタベタとか、あ、そうだな。ベタベタ。ベタベタノート。あ、でもそういうことだね。そういうニュアンスってことだよね。はい。あとベタベタとペタペタも入るかもしれないです。ペタペタ。そっちの方が可愛いかも。そうです。スティッキノートはペタペタノートとはいはいはい。っていう感じですね。これ結構今までの中だったら一番使いやすいんじゃないですか。確かになんか日常っぽいかもしれない。日常的に一番使うチャンスが、短いっていうのもあるんで使いやすいと思います。なんかこのロビンの嫌だっていうこの嫌だって感じはやっぱりもう言い方次第ってこと？このヤックっていう意味っていういろいろ肝とか嫌だとかいう意味があるのかもしれないけど、そうです。これはこうじゃあロビンみたいに言えばこの嫌だっていう感じになるんだ。そうですね、なんかヤックみたいな感じですね。いや、なるほどね。It's sticky みたいな。結構U のところを伸ばして言う人もいるかもしれないです。ヤークとか自分のその時の感情によって、あとはヤッキーって言ったりもする。でもヤッキーはちょっと子供っぽい言い方ですかね。はい。ここなんか確かさ、ウソップこんなに長くなかったよね、文章。ウソップのセリフが一言でツッコミみたいな。なんかつけんな。ああ、そうだ、そんな感じだった。そう、つけんなっていう。俺で福名になるんだ。そうですそうです。Don't wipe it on me って全部言わないと、英語って主語みたいなのがないとあんまり会話が成立しないので、日本語って主語とかなくても全然成立するじゃないですか。文脈でそのままね、つけんなって言ったらね、何のことかわかるもんね。はいはい。ベタベタするやつをっていうのが補足されるもんね。そうなんですよ。でもやっぱ英語だとそれがあんまり成立しないので、どうしても長くなっちゃうってことですね。Do you believe in magic? いや、ちょっと最後は、はい、いや絶対。ちなみにゲンさんネットフリのワンピース、実写版見ました？実写版は見たけど、はい。見たよ。あれ一応全部。ちなみに英語で見ました？英語で見た。あ、だったら大丈夫。いやだったら大丈夫じゃないよ、全然。全然大丈夫じゃないでしょ。どういうこと？だったら You're all good. You're all good. You're all good. 全然グッドじゃないのよ。ノーグッドなのよ。じゃあ行きましょう。いや、もうワンピースといえばっていう感じなので、これはどうしても入れたかったので。なるほど。はい。これはもうね。これは決まってるでしょ。はい。わかりますよね。さすがに。予告編でも叫んでたね、確かにこれは英語で。あ、そうなんですよ。これはセリフはちゃんと漫画のそのセリフ翻訳されたままでいくんだなって思いました。ネットフリの実写版見たとき。なるほどなるほど。これはもう作中で何回も
ね死ぬほど言ってるんでえルフィ何度でも何度もよ。でもこのシーンがなんか一番最近、このセリフといえばこのシーンみたいな感じになってますよね。あでもさこれあれなんだね。のびちゃんは持ってきたのははい、61巻から持ってきたんだね。そうです。61巻のシーンから持ってきました。魚人島行くぞーって時に言うやつで、あとこの下にレイリーの顔があるんですよ。レイリーちょっと書かなかったんですけど、レイリーがちょっと涙うるっとしてて、そうポロッとねしてるんだよね。もうめっちゃこのセリフでこういう感動の仕方できるんだっていい感じの。アングルが一緒だからそれも感動ポイントだよね。でもルフィ基本このポーズじゃないですか、なんか言うとき。まあ確かにねうるせえ行こうとかな基本なんか確かになんかパーンってね手上げる感じはねあるわ。でもなんか漫画においてさ同じセリフを1巻とかで言ったセリフをもう一回最後とか中盤でもいいけど大事なシーンでもう一回同じ構図で言うっていうのめっちゃ好きで、まあ、てか誰でも好きだと思うんだけど。じゃあいいですか、この答えをお願いして、もうこれはもうもちろん海賊王に俺はなる俺はなるですね。俺はなるです、はいですよね。はい。いやもうワンピースアニメそんなに見てなくても、声優さんの声でなんか頭の中で再生されます。なんかね田中真由美さんの声がぴったりすぎて、こうなちょっとなんかさ、全然読み返したくなってきたまた。いやのぴもこれ配信前に読み返せて、はあそうだこんなんだったなうわーちょっともうちょっと前からちゃんといっぱい読みたいってめっちゃ思いながら準備してました。全く仕事できなくなるやつね。いやのぴの将来の夢はワンピースの単行本を全部大人買いすることが夢です。いやでもね、小田先生全然電子のこと考えないで漫画描くのよあの人ワンピースを描き切るまではアナログ原稿ってことにめっちゃこだわるし、紙で読むってことにこだわるって宣言してるから、デジタルで読むとセリフが見開きで分かれちゃうとかが全然あるから。確かにあるそうだから縦読みに適さないんだよね横にこうスワイプしていくやつに。じゃあ今ねコメント欄で電子のこと考えて書くって無理じゃないっていう方いらっしゃるんだけど、最近の漫画家さんはもうめちゃくちゃ電子で読むことを想定して書くんですよ。電子で想定、それって何を気をつければいいんですかね。そう例えばそれって漫画で言うと漫画というかその文字をね扱う時、日本で言うと文字組みって言うんだけど、その時にフォントのサイズを級数って言うんだけど、学級の級に数で級数。はい。簡単に言えばフォントサイズって言うんだけど、フォントサイズの話なんだけど、その級数っていうのが小さいやつだともう最近の子はスマホで読むから基本的に単行本で読む想定とか本誌で読む想定で文字打っちゃうともうスマホだとちっちゃくて読めやしないみたいな。それこそデスノートとかぐらいの文字数とかってもうスマホで全然読めないみたいな、読めるんだけど読みづらいよねみたいになってて、ズームしない、そこだけめっちゃズームしてそう言わなきゃ、だからそこの文字数のフォントの基準が電子だとちょっと上がってんだよね、一回り二回りぐらい。だから文字がよく見てみてほしいんだけど、例えばジャンププラスとかの漫画とかそれこそ地獄楽とかスパイファミリーもそうだし、有名な怪獣8号とかね、有名な今でもみんなにめっちゃ人気でさめっちゃ売れてる漫画って結構フォントでかいと思うよ。スルスル読める、電子でスルスル読めるように吹き出しの位置とフォントサイズを調整して作ってる方が多いんじゃないかなっていう。でも確かにスマホそういうジャンププラスの漫画読んでる時に、そのセリフのところこうズームして見なきゃダメっていうのやったことないかもしれないです。そうだからねジャンプラとかは特に気にしてるんじゃないかなって思います。はい、ではワンピースのこの英語セリフクイズはここまでなんですけど、楽しかった。よかったです。難しくなかったですよね。いやでもセリフだけ読んでたら分かんなかった。絵があったからってことですか。そうのぴちゃんの絵があったから分かったけど、ありがとうございました。ありがとうございます。